フランスだから。フランスに行った時の話をぜひインタビューして序盤に言っといて。ありがとうございます。すごいですよ。本当にもうあの当時だから相当苦労されてるんだよね。今みたいにほらエクスペディアで予約して入って飛べる時代じゃないから。シベリアまで。シベリア、パルシベリ、横浜、東京あこて横浜、avec bateau, c'est jusqu'à Nahotoka, 2 days, 2 days, 俺分かんない今。bateau, après de Nahotoka, Haborosku, 1 day, a train. Haborosku, et puis Moscow, 8 o'clock de avion. 多分ね、それフランス語だけは分からんと思うよ。一応さ、日本語で言って彼に通訳してもらった方が早いか。僕が今よく分からなくなっちゃう。全員分かってる。初めて聞いちゃった今。それが早いか。日本語でね、彼に言ってくれたらそのまま。モスクワまで最初横浜から2日間船で行って1965年ですね。ごちそうさま。後でまた来ます。See you later. I will go First of all, to he goes to Moscow in Russia from Yokohama. Moskva モスクワから3日間ね、汽車であれですね、ウィーン周りで、ウィーンでちょっと休んで、それからですね、パリに入って3日間汽車で。Then he used train from Moscow to Wien. Yeah. And it takes 3 days. 3 days. Yeah. Long. 3 days long ですね。Sleeper. そうそうですね。長旅ですね、でも汽車で3日間っていうのはもう。昔、それでも片道で帰ったんですよね、あの当時。自由化になってばかりで。東京オリンピック終わってすぐでしょ。だから自由化になって、今往復じゃないと買えないじゃないですか。はい、そうですね。片道だけでも。片道で行かれて、でもその当時で12万5千円だったから片道で、もう大学卒業した人が2万円ぐらいの給料ですよね。すごい高かったです。So the cost at the time about $1,200. Yeah. Yeah, between $1,200 and $1,300. Yeah, tons of questions. Yeah, I think so too. フランス語文化のちょっと別に日本文化違いがね。Different. Very different. Very different. How long did it take you to adjust? あとはパリですね。パリ。Alice, yes. Okay. So your work has been in Tokyo, Nagoya, Osaka, and Kumamoto. Kumamoto, and Paris. And Paris. Yes. Okay. Paris is a hard market. There's a lot of artists in Paris. Which part of France was your favorite other than Paris? そのパリ以外のフランスのお気に入りの都市とかっていうのはあるんでしょうか。そうですね。よくイタリア旅行して、スペインとかイタリア旅行してスケッチしたりとか、ベネチアとか、ベネチアっていうのはベネチア、ベニス。My dad was in the Air Force, so we lived in Torrejon, España. そうですね。彼のお父さんが昔空軍にいまして、そうです。スペイン。はい。イスパニアの方にいたという。Close to Madrid. I've been to Segovia, Seville, and Seville. There's a lot of Japanese that go do art or learn art in Spain. Have you met any? なんかこれまで、多くのアーティストの方々、アーティストを志す方がそのスペインに
に行かれたというふうに言ってるんですけど、その向こうの方で誰か他の日本人のアーティストさんとかにお会いしたことっていうのはありますか？日本人はないけど、スペイン人とかね、友達がいましたですね。いっああ、ぱい。なるほど。Not Japanese artists, but instead of Japanese artists, he met many Spanish artists. Very nice, Spain, artists, very nice. これ、this one, formidable, very nice. Classic, academic, very nice. Technical, Spain. What are your favorite pieces that you've made? Piece, you mean like his Artwork. product? Yeah. なんかこの多くある作品の中で特になんかこうお気に入りとかっていうのはあるんでしょうか？これは結構新しい絵なんですけどね。まあ古いの、ちょっと古いの、ちょっと後付けがあるんですけど、ちょっと若い時の、はい。若い時のっていうか、These products around here is like a kind of new one, new products, and he's going to show us the old one when he draw when he's younger. あ、合集ありますか？若い時のね。彼はどこです？彼はフランスの離れた頃じゃないかな。東京って書いてある。そうよね。Hey. リーはダメよ。あれ？リーはダメよ。若い時のこういう、これ人物最初描いてたんですね。はい。もう絵描きで年取って大先輩とか、文字合いなんかよく知ってた人ですよね。あとはまあ、クロシアって古事記を書いたりして。人物 That's gorgeous. I like the color transition because you can see the contrast in his vest, and then you can see the detail in his hand. Even though it's abstract, you can see the detail in his hands, and you still express his emotions in his face. That's gorgeous. 若い時の絵がね、フランス人形とかね、これもベニスとかイタリア、ベネチア、これはベネチア、これ若い時の絵がやはりね、結構いろいろ。はい。ああ、す Beautiful ごい。 artwork. うわ、す It ごい。 looks like Nice. いやいや、カシスでのカシスって、お酒でカシスってあるでしょ。はい。そこにマルセイユから30分ぐらいとカシスって港があるんですよ。はい。そこへもうだいぶ昔ですけどね、行って大きなこれもうパリにまだ置いてあって、パリに全部 Panorama de パノ Paris. ラマ、これちょっとジャルダン。Oh, hey, that's the year I was born. Really? Yeah, 1979. This piece came from when I was born. What's what it is? Gorgeous. すごい。いやいや、いろいろね、感じで、ジャルダンでリクサンで、キヨスク、いろいろあるし、ファンで。Oh, that's Scarja. She got to Scarja. 疲れた。That's beautiful. Oh, entrance. 黒い。Yeah, it's a baby. チルドレン。ベネチアでリアルと。いや、リアルフレンチ。リアル。ああ、オートムンダトレートなんですか、これ。いろいろね、はい。黒を使った時代とか赤を使った時代とかだんだんこうやってあれですね、カラーにだんだん明るくなって最近こういう明るい結構ね。Skates.
スケート好きおお、やから本当だ。スケート。なるべくだからいろんなことやってるんですよ、これのひまわり。This is all beautiful work. There's your cat. あ、これいいですね。それで FM ですね。 Yeah, it's Eiffel Tower. こんな感じです。若い時からね、20年ぐらい前若い時、もっとまあ30年近く。How did you blend your Japanese perspective with French painting styles? そうですね、その日本人独特の感性というのを、いかにそのフランスのそういうペインティングに生かしてきたかっていうのを聞きたいそうですね。それを日本人はやはりまあアジア東洋的なね、例えば浮世絵とかの墨絵ですね。そういうのをやはり向こうの人と対決しないとなかなかね、あれですね、フランスのばかり求めてたらちょっとやはりオリジナルを探さないと、オリジナリティをそういうことで苦労していろいろ苦労を10年ぐらい使ったりとかね、そういう時期もあったんですけどね。So it took him about 10 years to get it all together and find his way. Yes, exactly. The reason why I ask is that I look at your work, and I looked at your work on the internet, Yes. and I see that you mainly focus on real life, but in an abstract form. For example, we can see the shapes of people, we can see the shapes of the flowers, Yes. but you are like a photographer where we see the object or we see the person, but you stop here and let us imagine the detail. なんかすごくその作品の多くというのは結構その本当に写真と同じで人物がいて風景があってこうエフェクトですね、エフェクトもそうだしこれがうまくこう組み合わさってる。だから抽象画にもちょっと興味があったんですよ。ペントルでウィリアム・デイ・クーニングとかジャクソン・ポロックジャクソン・ポロックああいうのも好きでちょっと何年間ねこうそういうような感じでなんかこう出そうと思ってね勉強しました。 I'm trying to remember Jackson Pollock's style. I only took 1 year painting a long time ago. What styles do you like the most? どんなスタイルが好きですか？やはり自分の中での戦って人と違ったものを作りたいんですけどね。He wants to paint something different. やはりあれですね、なんか人がやってないことをやりたい。まあ具象でね、僕は今具象だから、いろんなことをかじってきたけど具象で例えば生物なんかあるでしょ、生物ナチュラルモードとか、そういうのがゴッホなんかひまわり描いて時代にひまわり描いてないそういう人いないんですよ、花として見てないから。でも僕はだからそういうバケツに猫が入ったりローラースケート描いたりってあんまり描かないじゃないですか。描かないですね。でそういうのを求めてなんかちょっとモチーフですかね。大事なのはモチーフが結構大事じゃないかな。自分でやるね、好きなモチーフで人のやってないようなモチーフを出せば結構また違ったね。Half of it. Yeah. So I usually fill in the blanks. Yeah, but as he said, he's still finding his originality.
So it's like Originality. yes, originality. So it means he wants to draw something that people never done. There's a famous Korean artist, I can't remember his name, I can't pronounce his name, but he went to Central America and he studied the art of the Mayans and the Aztecs and the Techuans. And when he came back to Korea, he started blending the artwork from both cultures together. なるほど。今その韓国のその方も同じようにニューヨークの方に行かれてその芸術アートを勉強してで彼が韓国に戻った時にニューヨークで学んだことと彼の韓国の文化をうまく組み合わせた作品というのをそれ作ってらっしゃるそうです。Central America, not New York. セントラルアメリカそうです。やはりアメリカのアートって新しいじゃないですかね。いろんなことを試みて、まあヨーロッパはやはりちょっとね、もうすごく歴史があって、新しいことできないんですよ。それまでのカルチャーをそういかこう伝承するというか受け継いでいってますよね。でも僕は長いことフランスに47年いたからいろいろやはりルネサンスと後期印象派が時代で一番すごいですね。歴史に残るというか、まあ、ピカソもすごいけどまあ、ピカソは20世紀最大の画家だと思いますけど、まとまってすごいモネとかゴッホとかロートレックとかセザンヌ辺りがすごいし、またミケランジェロとあそこがまたすごいエポックでね。Okay, I got you. Because Europe doesn't want new styles; they want to focus on the classics. Yeah. I got it. Yes. I got it. What I noticed is that in Europe, in America, and some parts of Asia, the club or the keiretsu of art, they don't want new artists. They want artists that are young to focus on the classics. They don't want to embrace anything new. So what I notice is that a lot of young artists all over the world ignore the elders of the art world by going to the internet. How do you feel about that? そうですね。今若いそのアーティスト、その本当に画家志望の子たちというのはやっぱり何か新しいものを持ち込みたいんですね。でもやっぱりヨーロッパの方たちっていうのは昔ながらの文化をやっぱり受け継いでいってほしいので、やっぱりそういう人たちをどうしても拒んでしまう傾向にあるんですね。そういったそのギャップですかね。その若い世代とやっぱりその本当に今の現代の画家たちとこのギャップについてどう思われますかね。そうですね。やはり例えば50年先とか100年つってもほんのわずかなんですね、時代で。だから100年先にそれが本当にいいものかどうかっていうのが分かんないわけですよね。その時は時代でこうやって出てくる人もいるけど、ジャクソン・ポロクなんか確かもうヨーロッパでも認められてるし残りますけど、今新しい作家でも分かんないと思うんですね。でそういうのがちょっとなんかまあトータルしてみたらあれかなと思ってね、疑問を感じますけどね。So it's kind of difficult for new artists. Yes. So because like it doesn't matter like it is like 100 years later or 50 years later, 100 years later, it's just a short term for them. So それと一つ僕が言えることはやはり絵を見てて飽きないってことね。いいものはすごく深いと思うんですよ。セザンヌでもモネでも。それは新しいもの、今若い人の新しいものはまあファッションみたいに飽きちゃう場合があるんじゃないですか。その人にもう時代が求めてそういう長寿になる人もいるけど、それが残るか残らないかと。なるほど。じゃあやっぱり残る作品っていうのはいつまでも残りますし。そうですね。それは深いっていうかね、飽きない。そうですね。
depends on like it doesn't matter which art they like. The important thing is like people like Embrace it. embracing and also keep enjoying to see the art. Yes. What my research over the years has found is that in Tokyo and Osaka, you have a lot of fashion schools. You have a lot of fashion universities. And every year, you have students battling to become the next big fashion artist. How do you feel about it? やっぱり今日本の東京とか大阪には多くの服飾の専門学校、やっぱりファッションスクールがたくさんあると思うんですよ。でそういう人たちってやっぱり常に次の世代のニューファッションですね、新しい世代のファッションをやっぱり出したいので、やっぱりそういうふうにお互いをこう戦い合ってるんですけど、そういう生徒たちの心情とかについてはどういうふうにお考えですか？それはなんか僕は思うんですけど、はい、やはり新しいものを求めて、それは時代のね流れだと思うんですね。でもそれをもっと時代ってすぐ変わる場合があるじゃないですか。はい、10年したらもうそれがもう捨てられて、それから使い捨てみたいになったりするから、まあそういうものを求めるんだったら反対の方向に行った方がかえっていい場合もありますよね。認められる認められないじゃなくて、やはりその人のアーティストの、例えばあなたの、はい、なんか深い人生っていうのあるじゃないですか。あります。はい、それが一番大事だと思うんですよね。深い人生っていうか苦労したり喜んだりなんかいろんなそれが絵に出てないと。作詞に出てないとファッションでもじゃないかなと思うんですね。まあ僕はヨーロッパのそういうなるほど学んだその人の心が深いやつね、深いの、まあ多分北斎なんかでも時代があれですけどすごい深いと思うんですよね。いろいろその時代にね。そういうものは完全にどんな時代になっても100年後でも200年後でもなんかそういう難しいことできないです。No, you have so many people in the world that are trying to say what fashion is, and like in Europe, they want to have every 30 to 40 years in Europe, they recycle an old style and call it new, avant-garde, Gothic, cosmopolitan. Every so many years in Europe. And then every year in Japan, I noticed that I follow Tokyo Fashion, I follow their website, the photographers, I watch the fashion shows in my classroom in America. And what I notice is that every young Japanese fashion artist is one of two artists. They want to reshoot the classics or they want to go in a new direction. There's no middle ground anymore. なるほど。まあ、若い世代の今の若いそのファッションアーティストの人は昔の時代のファッションをもうリニューアルさせる、リメイクさせるか、そうではなくて新しいこのファッションを確立させていくとか、この2つに分かれてて、ちょうどこの間がないって言ってます。ミドルがもう今消えかけてる。やはり僕はパイエグザンプ例えばフランスとか、ニューヨークとね、パリとかニューヨークのそういうあれを知らないとさ、なんか独自なものっていうのはね、そういう中からいいものを取り入れて生まれるから、そういうの知らないでやっててもちょっとね、そうですよね。やっぱり実際にこう自分で行ってみて、自分の目でこう確かめてみないと分からないことがたくさんあると思う。だから新しいのも僕はやはりすごく大事ですよね。ニューヨークの現代美術、アバンギャルドとか、そういうのも例えば僕が好きなのはミシェル・パスキアっていういわゆるねすごいなかなかの、こうあれがやはり本当ニューヨークじゃないと生まれないこう彼のアーティストのあれですね、ウォーホールが認めたとか、ウォーホールはもうチェコスロバキアの人間でニューヨーク行って大成した人で、人がこれすごい才能があるってミシェル・パスキアはですね、
But I look at the fashion world the same way I look at the art world, and when I do go to museums in America, I notice that European artists now are trying to imitate the classics. They don't have any direction. American artists are looking towards what they read or what they imagine. For example, Europe focuses on the classics, Michelangelo, Donatello, Leonardo, and they keep recycling the same concepts and ideas. In America, America is going for cultural art, they're going for political art, they're going for revolutionary art. What places in the world are you watching art right now, if it's okay to ask? 今言ってるのがそのクラシックのアートなのか、それとも現代アート、それともなんかのこの混合されたアートを、まあいろいろアートって種類があると思うんですけど、今現在ですとどういうアートにこうどういうアートを考えられてるんですか？僕は自分がこう学んできたものをね、はい、フランスで学んできた日本で古い絵を見たりとか学んできたものをそれを追求するしかないんですよね。僕はですね。だからそういうものを一人一人アバンギャルドの作家ならアバンギャルドのそういうのを積み重ねでやるしかないと思うんですよね。あまり目を自分はそらさないで一つのことでずっと追求するしかないの。それがアーティストだろうなと思ったりとかね、いろいろあれですけどね。So what he said, artists, I mean like many young artists in Japan and also in all over the world, they need to focus on like who they like who inspires them. Yeah, who inspires, okay. Who respects. Yes, so okay. they need to focus on that. Okay. For children, yes. For example, shogaku, koko, daigaku, what would you tell them to do as young artists? What advice would you give them? 学生たちですね、はい。何をこう、どういうことを学びなさいとか。こうやはり子供は、はい、チルドレン、はい、天才だと思うんですね。子供はもう無邪気に自分の心でもう顔でも何でもこう自分に自由に描いて、それが大人になると変なあれするじゃないですか。いろんなクラシックになったりいろいろこうだからそういうのはまた昔に戻ってファイルダンプルピカソみたいに、はい、子供みたいに自由に心がまあそれで技術があればそれをやる僕はね僕も求めてることなんですよ。Those students, like he wants to tell, like go back, remember, like remind when you were young. So like because like children, he said a child are so smart because they draw anything they like because it's free. There's no style. They draw what they like. So this like an artist where it depends, it doesn't matter if they're famous or not. They need to remember, remind, like when they're young, and they need to focus on like what they really like to draw with their technique. Oh, so okay. So build technique first. Build a skill. Gotcha. Okay. How do you feel about artwork from Africa, artwork from South America, artwork from Australia and New Zealand? How do you feel about those cultures and their artwork? オーストラリアとか南アフリカのアートっていうのは、例えばこれまでご覧になったことはありますか？そうですね。どうでしょうか、その印象とかっていうのは。やはり変わってますよね。例えばいわゆるメキシコとか、メキシコのアートをvery nice. I think it's very nice. メキシコ。オーストラリアアイドルのオーストラリアアイドルの。アフリカのアートももうすごくプリミティブなアフリカ、
very nice primitive Primitive art. Ah. そういうのでやはり見ましたけどね、スクリューテープ彫刻とかでも絵画でもすごくなんですね、素晴らしいな。なるほど。So basically, you're saying that you like the primitive artwork of Central and South Africa, Yes. and you like Mexican art. 感じします。 So like the Aztec art, the Mayan art, and Yes. all. Okay. Have you ever been to New Orleans or any French cities in America? なんかそのパリ以外のフランスの他の都市部に行ったことはございますか？ま America. あ、そういうアメリカ。あ、アメリカはシアトルだけ行って、あ、シアトル。シアトル。Okay.で、シアトル、very nice city. Yeah. 結構シアトルでなんていうかすごい合唱でハーフでブライアン・オーノっていうのがいるんですよ。ブライアン・オーノ。あそこはシアトルはボーイングがあるじゃないですか。ああ、ありますあります。それで毎年ハロウィン、はい。例のハロウィン、いやハロウィンの時にすごいウエスティンホテルでパーティーやるんですよ。はいで呼ばれたんですよ。はい。日本から5人ぐらい僕行ってそれでHalloween party in Seattle. Yeah. Halloween. Yeah. Yeah. So it's like a Halloween party at the hotel, and like almost like 1,000 people comes to, and Yeah. only 5 people come from Japan. That's why I'm surprised. Okay. The reason why I ask is that in Houston, New Orleans, Louisiana, Texas, Houston, Dallas, San Antonio, Louisiana, Baton Rouge, New Orleans, Florida, Miami. You have a lot of Japanese artists that are small Japanese artists. But the reason why I ask is, have you ever seen the artwork from any of those areas in America? アメリカの南の地域の方ですね。そういったその人たち、そこでのアーティストたちの作品をご覧になったことはありますか？見ないんですけど、パイグザンプルスケレテイサム・野口ってすごいですね。野口イサム・野口、彼はハーフですよね。ああ、それで、日本にもWhat he tries to, what my understanding is that his style is, he wants the best natural light. At the same time, he wants every color to have its own individual taste. And his style is that he combines natural speed with high speed and slow motion. Yeah. I use Osamu Hasegawa films in America to teach my students, to give them perspectives on photography and video work. Sumiya. Costume, red, black. Yeah.
あれですか、食事かなんか済んだんですか？あ、はい。先ほど夕ご飯の方はいただきましたので、はい、食べましたので。一緒に、あれですか、ちょっと行きますか？食事じゃなくて、はい、軽くなんかバルエイトってね、居酒屋があるんです。僕行きつけの一緒に。He wants to invite us 招待する。to go to 招待する。居酒屋、レストラン。本当ですか？ありがとうございます。サラに泊まってるんですか？天守閣。いや、僕は千代鶴マンションの方に引っ越しまして、はい。まあ実家は天守閣なんで。実家天守閣。岩本宝越の久保まどかの息子です。そうです。お子さんよ。息子です。Do me a favor. Have him introduce himself for the video. I forgot to do 後ろ that. の部屋もちょっと見せてあげたら。いやなんで。だってガタガタしてるから。あの量を見せたらびっくりされるんじゃない？あれと。ちょっと一つだけ、このすみや先生の画集というのは、いくらぐらいで販売されているんでしょうか？で、これはもう25年前ぐらい、空いてたらそっちの方がある。So for those of you watching on Monarchy Travel, Ega, for YouTube, I am here with the legendary painter who lived in Paris, Sumiya Sensei, and we've had a beautiful interview. We've discussed everything from photography to video work to his artwork, his styles, and how he feels about the art education in Japan. So if you get a chance, I hope you really like, comment, and share this video. This is a moment in history for me because I've seen his artwork growing up, but I never knew his name. And to finally meet the legend himself has been amazing. よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとで10分ぐらいしていいですか？ありがとうございます。ちょっとこの奥に大きな部屋があるんですよ。ちょっと見るだけで。Exactly. 閉めてた。